ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上におかげを受けて後に人を助けてやる。神信心も手習いも同じこと。一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けてということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも、喜びの中にも、この喜びが湧いてくる。水は低きに、火は上に。これは天地の道理である。道理に従うから、その折々のリズムが生まれてくる。神の信用、神に用いられるの意もついてくる。神様に使ってもらわねば人は助からん。お役に立ちたいの一念が神様への情念と変わる。師匠がこのミニご理解で、道理に従うからとおっしゃっておられます。その道理に従うということが大切だということですね。今朝新中記念の時に教えていただきますことは、その人々がいろいろなアイデアというものを思いつきます。ああしたらいいだろう、こうしたらいいだろうと。そういうアイデアを思いつく人は結構おられます。しかしそのアイデアを実行に移す、行動に移す人が少ないと。実行力とか行動力とか申しますけれども、その実行に移す、そのこうしたらいいなと思い立ったものを行動に移す、その行動に移すか移さないか。世の中にはあれは私もああいうアイデアを持ってたんだけどと後で言う人がいます。私と同じようなことをこの人は考えてたんだということがあります。しかしそれではそれだけの話。その人との違いは、その思いついたことを行動に移すか、実行に移しているか、頭の中だけで留めておるか、そこの違いだと思いますね。今朝はそれこそ行動に移すことだと。そして何か師匠の見教えにあったなと思いまして探しましたら、確かにありました。愛楽理念の形の中に、愛楽理念はその実行をもって生命とするとあります。愛楽理念はその実行をもって生命とすると。その実行が命なのです。愛楽理念がいかに詳しくなったとか、頭の中で分かったとか言ったのでは、値打ちはあんまりないのですね。ないことはないですけれども、分かっただけで合点がいき、それで心が安らぐということもありますけれども、その理解した分かったというだけではご神読はいただけませんね。その実行をもって命とする、実行をしたところにご神読もいただけれるということになりますね。実際実行してみなければわからないことがいっぱいあるものです。先日申しますように、そのウェブサイトに原稿をアップロードする、更新する。その原稿をウェブサイト用に作り変える。それをなんとか一括してできないものかと。それを痴漢ですね。
見つけ出したり検索痴漢というものですね。それで一応式を書いてやってみたのですけれども、実際これでいいと思ってやってみると次々にエラーが出るものですね。最初はこれでいいと思ってしたのですけれども、妙なエラーが出て思わぬところまで変換してしまうような不都合がいっぱい出ました。それでまたそれを改めました。そういうことを2度も3度も繰り返しました。そしてやっと昨日、これなら使えるだろうというのが出来上がりました。一回思い立っただけではうまくいきませんね。トライアンドエラーとも言われますけれども、実際試してみると思わぬところ、いわば想定外というか、思いが至っていなかったところ、そこまで心を使っていなかったところがエラーが出てきますね。よくプログラムのバグなどと申しますけれども、実際使ってみなければ、こういうこともあるのかと思いが至らないところがあるものですね。いわば実行してみなければわからない、そういうところがあるのです。師匠もおっしゃっておられました。行じてみて初めて、ここはどうしたらいいんだろうというようなところが出てくる。そういうところが出てきたら、私がいるから訪ねてきなさいと。例えば、黙って収める。これも、確かに黙って収めると言われれば一言でそうなのですね。しかしこれを実行しようとして実際に黙って収めるを実行すると、ここはどうしたらいいんだろうか、これも黙って収めるのだろうかというところが出てくるものですね。ただ杓子定規に黙って収めると聞いておるから何でもかんでも黙って収めようということではないわけですね。何でもかんでも黙って収めようとすると妙なことになります。例えば目の不自由なお年寄りが道路を交差点を渡ろうとしている。耳もあんまり聞こえられないようだと。それでシグナルが赤になっている。それが分かられない。それで車がどんどん来ているのに、その赤信号を渡ろうとしておられる。さあ、これを黙って収めるを実行する。いや、これは黙って収めるだから黙って収めよう。目の不自由な人が赤信号で渡っているのも、これも黙って神様に祈ろうという姿勢も一つありますね。しかしそれで良いのでしょうか。それが本当の黙って収めるということだとは思いませんね。師匠がその黙って収めるでも頂き違いをしている者がいるとおっしゃられたことがあります。その例などがいい例ではないでしょうかね。人として今それこそ目の不自由な人が赤信号を渡って交通事故に遭おうとまさにしている。そこを黙って収めたのではおかしなことになりますね。それは黙って収めてはならない場合だと思いますね。今赤信号で危ないから青信号になるまで待ちましょうと声をかけるのが本当だと思いますね。それはその場に行って、これは黙って収めるべきなのか、どちらが本当なのかと現場に出なければ、現場でなければわからないことが多々あるということですね。ただ頭の中だけで、黙って収めるだなと思っていただけではわかりません。師匠が教えておられるように
愛楽理念はその実行をもって生命とする、命とする。愛楽理念を聞いた、分かった。そしたらそれを実行の上に表して初めて、またそこに疑問点も出てくることでしょう。これはどっちに行くのが本当だろうか。黙って収めるのが本当だろうか。いや、これは言うべきだろうか。というようなことにも出くわすと思います。実行をもって命とする。その教えに従う。頭の中で考えていただけではわからない世界が確かにあるのですね。ですからやっぱりその行じてみて、実行してみて、そしてまた自分の間違いを、これは黙って収めるべきだ。いや、ここは黙って収めてはならない。言わねばならないところだ。といったような見極めもできてくるのではないでしょうかね。それは実行してみなければわからない。実行して失敗することもまたあるでしょう。そしたらそこをまた修正していく。そういう実際に行うという姿勢、アイデアを形に表す。そのアイデアに基づいて行動を起こすという姿勢が大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。